その子供たちの声を聞かないって私たちの存在意義がないっていう感じ。二人パパシェーナー3回目だね。はい。ということで皆さんこんにちは。二人パパのみっつんとあゆみです。ということでですね、シリーズ企画あゆみ先生に聞くスウェーデンの幼児教育ということで、今回第3弾になりますね。幼稚園の先生になるためにスウェーデンの大学で勉強してるあゆみさんにいろいろお話を伺いたいと思います。今日のテーマは1歳から学ぶスウェーデンの民主主義ということで、さてどんなお話になるでしょうか。最後までお楽しみください。二人パパということで、はい、第3回目です、疲れてない、これ3本撮りだからね慣れてきましたタイトルにもある通り、1歳から学ぶスウェーデンの民主主義っていう話で、いろいろ僕はね、前に聞いたことをもとにこのテーマで話をしたいなと思ったんだけど、1歳から学べるってどういうことだって1歳で民主主義学べないでしょみたいな、ちょっとね難しい感じに思うけども、そもそも民主主義ってもうスウェーデンのカリキュラムでもすごくもう中心の考えだし、そういうもう組織として成り立ってるもう教育がね、もう民主主義理念がね、民主主義的教育を私たちはしなきゃいけないから、もうそこにいるってことはね、もう民主主義をもう体験してるわけよ、子供は。で1歳ぐらいから大体子供って入ってるから。でもさ、ちょっと前提としてさ、じゃあ民主主義って何って話じゃん。そうだね。例えばなんか民主主義って聞くとさ、パッと今その子供がいる中での民主主義っていうと、これをやりたい人はーいって言って、こうなんか多数決を取って、じゃあ多い方が、今からこれをやりましょうみたいな感じで、クラス全員でじゃあこれをやりましょう、でもみんなでこれ決めたからねみたいな感じをすごい俺はなんていう幼稚園の民主主義っていうとそれを思い浮かべちゃうんだけど、そういうこと？それではないかな。それではない。それではないかな。スウェーデンの幼稚園において民主主義っていうのは子どもの声が私たちに届いて、それが教育に反映される。その子どもがね、どういうこと？どういうこと？そうだよね。子どもがじゃあ私たちがさ、こういうことしなさい、ああいうことをしなさいって例えば、そういう風になったとして、でも子供がね嫌ですって、一番最初にノーっていうのがね、いいっていうのをやったけれども、それ嫌だっていう意見があったら、私たちはその意見を取り入れて、そっか子供たちってこのことに興味ないんだって分かったら、それを私たちはその学習の項目として取り入れるのよ。子供たちこれが興味ないんだったら、じゃあ興味のあることを進めていきましょう。なんか例ある？例えばこういうことをやりましょうって、今から工作をしましょうみたいな時間が、じゃあ例えばその工作をしましょうってなった時に、僕やりたくないとか今乗り気じゃないって言ったら、そこは尊重されるよね。だってさ、工作をやろうと思って先生はいるわけでしょ。だけど、最初の尊重じゃないけど、その子供たちの声を聞かないって私たちの存在意義がないっていう感じになっちゃう。もう子供たちの声を聞かないって私たちの存在意義がない。じゃあ工作したくないって子供に言われたら、どうするの？他の選択肢を紹介するよね。じゃあこういうこともできるよと。最初はね、もしかしたらその興味を持たないと思って私たちの紹介の仕方が悪いかもしれないじゃない。もしかしたらね、その興味を引けないようなプレゼンしちゃったかもしれないからそうだねだからこういうこともできるよとかさ、こんなこともあるよとかっていうのを見せることもできるし、じゃあもしじゃあ例えばね、なんかお話を読んでて、じゃあこれをね誰かが何人かの子がじゃあこれ劇にしたいとかって言うとするじゃん。でもさ、みんながさ演じることが好きなわけじゃないじゃない。一クラス15人20人いてね。だけどその劇にするのにも、じゃあ音楽作ってみるとかさ、でそのアトリエの話じゃないんだけど、すごい幼稚園とかってそこにすごい力を入れてる幼稚園って、グリーンスクリーンがあったりとか、動画をね子供たちがYouTube じゃないけど撮れたりするの。自分たちで動画を作ることをやってるのね。だってその演劇をするにはでもさすがにそれは1歳じゃないでしょ。1歳の子がこういう風に動画編集はできないだろうけど、でも関わり方としてはその子が何かを選ぶことだってできるし、音楽を選ぶことだってできるし、1歳でもそれはやりたいやりたくないは
だって意思表示はできるよね。どんなのが好きかとかさ、これとかってなんか言わなかったとしても指さしたりもできるし、その選択肢を私たちはたくさんこう提示して、それでその声をやっぱり聞かなきゃいけないのよね。その私たちだけがね組織してるわけじゃないのよ。その子供ってその幼稚園を形成する一人が形成してるわけよね。私たちが作ってるんじゃないのよね。で国もそうじゃん、私たちが投票して その声が反映されて国が動くわけでしょ。それ民主主義だよね。全く同じことを幼稚園で体験するのよね。もうそこが一つの国としたら幼稚園が先生たちはもしかしたらこう政治家的な立場かもしれないけど、だから子どもたちの声を私たちがちゃんと聞いて、でじゃあこういう声があるからこういうふうにしていこうとかっていうのを反映する。で子どもはどうやって学ぶかっていうと、私たちが聞いてそれで変えることによってね、例えばこういうことを学ぼうねって最初言ってたけど、子どもたちの声によって私たちがじゃあそういう意見があるんだったらこういうふうにやってみようかって言って子どもがねそれに納得するんですよ、そしたら子どもたちは影響力があるってことを学ぶわけ。私たちには影響力があるんだ、私たちの声って聞いてもらえるんだ、そしてその声で変えることができるんだ、それってもう民主主義なのよ。そうだね。それさ日本の政治家に聞かせたいね。本当にそうで、そこからすごい重要なのってね、それによって子どもたちがね自分の行動とかね、発言に責任を持つようになるわけ。どういうこと？だってさ、その声によって自分たちの私たちには影響力があるんだ、私たちの声って聞いてもらえるんだ、そしてその声で変えることができるんだ、それってもう民主主義なの。そこからすごい重要なのってね、それによって子どもたちがね自分の行動とかね、発言に責任を持つようになるわけ。どういうこと？だってさ、その声によって自分たちの将来っていうかね、学習内容が決まったりとか、その環境なんかいろんなものを置いたりとかね、いろんなものを私たちが勝手に取り入れたりとか、例えば iPad にしてもそうだし、そういうものが子どもの声によって変わるってことは、子どもたちはね自分のその言動に責任を持たないといけないわけじゃん。やりたいと言ったからにはと。そうで、その責任感がもうすごく大事だよね。その責任はどうやって教えるの？いや、教えるっていうか、それ教えるっていうとさ、そう、私は教えるって言いたくないのよ。教えるっていうのは理念としてないってこと？スウェーデン。私たちが知識を教えるわけじゃないんだよね。体験する機会を与えるって感じ。それを体験してもらって学んでいくんだよね、子供から自ら。っていう感じかな。そうだからこのテーマも1歳から学ぶスウェーデンの民主主義って今はついてるんだけど、これはもちろんあゆみちゃんと相談して決めたんだけど、これにする前にはスウェーデンで幼稚園児に教える民主主義みたいなタイトルを僕がつけたら、いやこれあんま好きじゃないってあゆみちゃんが言ったんだよね。教えてるわけじゃないんだなって思って。いやすごいそれは僕もハッとさせられた。そうだね、すごいよね。でもそうやって自らが学ぶ環境を整えてあげるのは先生の役割だっていうのはもう今回シリーズの1回目も2回目でもちょいちょい出てきてて、今回テーマをいろいろ分けてはいるけれども、全部にそれがつながってる、そうだね、全部つながっている感じかな。感じだよね。ですごいそれは面白い。自分たちはやっぱりさ、子供行かせてるけどスウェーデンのこの幼稚園に、そこで何が行われてるかまでこう、なんとなくいいなみたいなイメージがあるけれども嬉しいです。そうだから僕ら自身もなんかそうね、子供たちから学ぶことがすごい、子供たちっていうかうちは一人だけど、子供から学ぶことがすごい多いなとは思うんだけど、その話し合いとかね、やっぱりすごい言ってくるからさ、そうなんだ、そうね、これ僕はこうしたいとかさ、息子が行ってる幼稚園がどれぐらいそこに力を入れてるかね、もちろん幼稚園によってもスウェーデンの中でも違うとは思うんだけど、やっぱり自分の意見をはっきり言ってくれるっていうのは、俺はね結構ありがたいなと思うの。でもやっぱり家庭にいると親の立場でするとね、先生とはまた違うじゃん。そうだね。親の立場でいるとやっぱりこうしてほしい、ああしてほしいはこう出てくるわけよ。でだけど今あゆみちゃんが言ったみたいなスウェーデンの教育現場でなされているような民主主義というか、子供の意見を尊重するっていうことを俺も家でも実践したいわけよ。でもさ、なかなかさ家事があって仕事があって、子供もなんかやだって言われるとさ、それを尊重するのすげえ難しいなとか思うのね。それ
ってさ、こう実際にこう多分これ見てくださってる方もお子さん持ってらっしゃる方多いと思うんだけど、どうやって実践したらいいのかな、どうやってさ、なんだろうな、自分たちの大人の考え方をどうやってこう捉えたら、その子供と一緒に民主主義を学べるんだろう。なんか一つ思うのは、まず二人パパこう実際にこう多分これ見てくださってる方もお子さん持ってらっしゃる方多いと思うんだけど、どうやって実践したらいいの、大人の考え方をどうやってこう捉えたら、その子供と一緒に民主主義を学べるんだろう。なんか一つ思うのは、まず何回かに1回でもいいから子供の意見を聞いてみるっていうのがまず第一歩かなって思うかな。例えば理由とかってこと？例えば嫌だって言った時の理由とか、そうなんでだろうって、やっぱりなんて言うんだろうな、その頭ごなしにさ、これはダメ、私はこうしてほしいっていうのは理不尽じゃない、子供からしても。そうね。でそのさ、民主主義によってね、責任感が生まれたりっていうことはやっぱ自信にもつながる、アイデンティティとか自信にもつながるから、自尊心とかね。そうだからやっぱりこの聞いてもらえるっていうだけですごく変わると思うよね。その毎回聞くのは絶対無理、それは幼稚園でも無理だし。そうだよね、もうしかも多いわけじゃん。そうでやらなきゃいけないこともやっぱりね、ご飯の時間も決まってる、お昼の時間があったりとか、そういうのもあるから、やらなきゃいけないことの中でもなるべく耳を傾けて意見を聞くっていうのをもっとより幼稚園ではやってるけど、そのいつでもはいみたいな感じで、もうじゃあこの時間だからっていうんじゃなくて、その中でも1日に1回ぐらいでいいから、どうしてってまず寄り添って聞いてみるなんでそう思うのみたいなさ、で理解することからじゃないかな。なんかそっかやっぱ親の目線、子供の目線みたいな、こう上からみたいな感じに思えるから、私からしたらね、それってこれがいいとか悪いとか言っちゃうことがね、とかこうしてほしいっていうのは、親の都合ってことね。子供の目線ではないから、それって全然、だからなんならその親の目線を伝えるのがベストだし、私はこう思っているんだけどどうって言ったりとか、一人の人間としてね。そうもうちょっとこう同じフィールドに立つこう回数を増やすのがいいのかな。なんか忙しいとさ、やっぱどうしてもそれが難しいって思っちゃう時は僕もいっぱいあるけどね。それは絶対あると思う。でそれは幼稚園の先生も本当は同じなんだよね。反省することは結構たくさん毎回あるし、そうで幼稚園の先生で多分違いは、もっとこの幼稚園だといろんな研究に基づいたこととか、あとはこう振り返る時間がたくさんあるのね。いろんな学習とかいろんなことをこう記録して、今日はこういうことがあったとか、そうで次につなげる、じゃあこういうふうにしていきましょうとか、それをしかも幼稚園だと子供と一緒に振り返るのよね。こういうこと体験したけれども、どういうことを思ったとか、どういうこと楽しかった、それ一日の終わりとかってこと？それ決められてなくて、なんか例えばなんかアクティビティした時とか、こう計画してアクティビティってなんかいろいろやったりするんだよね。こう自由に遊ぶ時もあるけれど、午前中とかは特に今日はこういうことやりましょうとかって結構計画してて、それもこう子どもの興味とかに基づいてやるんだけれど、その活動した時ってやりっぱなしじゃなくてやっぱ学習だからさ、こうどういうことしたけど何が楽しかったとか、どんなことに興味を持ったとかっていうのを私たちが知ることがすごい大事だし、次につなげるために。今ちょっとそれ聞いて思い出したんだけど、うちの息子くんもこうそれなんかやったりするじゃない。でそうするともう今最近リアルタイムでさ、連絡帳アプリでさ、今日何したかみたいなのが写真付きでさ、こう報告じゃないけど分かるわけ、今日何したんだな。でそれを二人パパもう今最近リアルタイムでさ、連絡帳アプリでさ、今日何したかみたいなのが写真付きでさ、こう報告じゃないけど分かるわけ、今日何したんだな。でそれを見ておいてお迎えに行くと、先生が結構今日何したかパパに教えてあげてねみたいなことを言うのね。多分それも振り返りなのかな。それはすごく大事な子供の振り返りで、それを自分でね言語化して話すことによって子供の頭も整理されて、すごい重要なのよね。でそうするとさ、次の疑問が生まれたりとか、そこからまた学びがこう先に進むんだよね。やっぱりこう振り返って何回もそれを思い出すことで定着していく感じってあるもんね、大人でもね。やっぱりこうインプットだけじゃなくてアウトプットもね、言語の発達もそうだけどすごい大事じゃない、学習にとってね。
それはすごく大事。でもそれを結局なんていうのかな、子供がやっぱり自主的に選んでいくっていう道筋を作るのが、もうスウェーデンの教育の幼児教育の理念って感じなわけね。そうだね。その振り返りはもうセットに入ってるって感じかな。私たちも振り返って、先に、アップデートがやっぱ大事なの。何にしてもこう幼稚園のこの家具の配置だったり、あるおもちゃだったり、物だったり使えるものだったりしても、子供のその遊び方を見て、ここちょっとあんまり遊んでないからじゃあやっぱり変えないとねとか、そういうのもやっぱり、民主主義ではあるよね。子供が選んでるんだから、それって。そうだね、でもその子供が言えなくてもその行動を見て、子供に合わせた、私たちは分析するのよ。そこはだから家庭との違いだと思う。ちゃんと文書化して、それをみんなでシェアしてアップデートしていく。そうかなるほどね。そこも含めて民主主義、やっぱもう子供が主体であってっていうところね。だいたい今何人ぐらいいて、生徒っていうか子供が、何人ぐらい先生が入るものなの？多分それはね、場所にもよるだろうけど、私が行ってたところとかは、18、20人弱で先生が3人かな。じゃあうちの息子くんとこと同じだね。でここの町だと大体その3人の先生のうち2人は幼稚園教諭が望ましいって感じ。で1人は保育士。そうだね。でも私ストックホルムでも働いてたけど、あそこだとやっぱり人手が足りないから、3人のうち1人が幼稚園教諭で、2人は保育士か資格なしの人っていう感じが多かったかな、ストックホルムだと。でも仕事見つけやすそうだね、じゃあ都会にいた方が。そうね。でも先生はいつでも人手が足りないから、幼稚園教育、そうだね、幼稚園はいつも人手が足りないってスウェーデンでも言われるよね。どこでも働けると思う。ということで、あゆみ先生に聞くスウェーデンの幼児教育ということで、いろんな話を伺いました。先生になるのは大体どれぐらいなの？あと何年ぐらい？あと2年。ね、っていうかさ、まだ1年半ぐらいしか勉強してなくて、こんだけもうさ知識があってさ、まだこっからもっと取り入れて、先生になっていくわけだよね。大変でしょ？昨日も課題が終わったばっかでもうぐったりしてたもんね。大変。ちょっとやばい。激しそう。マジで今も激しそう。めちゃくちゃ文献読むって言ってたからね。そう、本当もう研究っていう感じかな、やっぱり。トライアンドエラーでね。そこもアップデートだからね、やっぱり。そうだよね。だからカリキュラムも結構スウェーデンの中でも変わるっていう。すごい改定はすごいされてる。やっぱそれは時代とともにいろんなことが変わっていくのかなとは思うけどね。でも本当にこれからもちょっと勉強頑張ってもらって、ですごいたくさん多分皆さん聞きたいこととかもあると思うので、よかったらねコメント欄に質問をね、してもらえればまたこういう形でいろいろあゆみ先生に聞いていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。ちょうどね音楽が流った。素晴らしい。ということで今日のね動画はここまでになります。皆さん高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ヘイドー。ヘイドー。ふたりパパ。